美味しいパンってブレがあるというか、いろんなこうやって波を起こしていって、ここの上振れを全部取っていくっていうか、わざとその不安定さを出して、でその不安定さを安定させるのが僕らやと思うんで。ポアンプルポアンの竹内健太郎です。京都市でパンとケーキのお店をやっています。そもそも実家がケーキ屋やったんで、みんながなんとなく大学行くように、僕はなんとなくケーキ屋になるもんなんかなって。割と自分の職人時代の青春時代はパンストックやったんじゃないかな。その金額に抑えてお客さんにちゃんといいものを届けるには、逆に言ったらある程度の量を作らないといけないから、でも速さがないとその土俵に上がれないというか、そもそも今までケーキ屋34年間やってきたところで、いきなりパンをやり始めて、誰にも気づかれずにパン焼いてるみたいな時期が最初やったんで。これだけが唯一朝の当日仕込みの。これアールグレイとホワイトチョコで、イースターちょっと多めに入ってるんですけど、に柑橘酵母を入れてて、これ熟成湯種のベーグルってやつで、湯種と麹を合わせたものを前日仕込んで、で、次の日、その湯種使ってミキシングして、で、またそこから2晩寝かして次の日焼くみたいな。だから仕込みから焼成まで3日ぐらいかかってるやつですかね。これ発酵生クリームを今から。ヨーグルトとカルピスで、ルバン種とサワー種です。そもそも実家がケーキ屋やったんで、みんながなんとなく大学行くように、僕はなんとなくケーキ屋になるもんなんかなって。これはさっきの発酵生クリームを使った酵母のスコーンです。やりたいこととかもほんまになかったから、でケーキはその時大学になって、自分の性格とかもうある程度分かってきた時に、僕ケーキは向いてないわと思って、で、親にもなんかパン屋にしたらみたいな言われたんで、パンやったら僕いけるかもみたいな。そっからは、京都のファイブランっていうパン屋に就職して、で、そこがそもそも、パンストックのルーツがあるパン屋さんやったんで、その時に僕も初めて平山さんと直接お会いして、こっち来てみたらみたいな話もしてもらってたんで、割と自分の職人時代の青春時代はパンストックやったんじゃないかな。美味しいパンってブレがあるというか、多分そのよくある教科書的なレシピで作ったらある程度一定の線。でもそこにこういろんな不確定要素、例えばすごい吸水が多いとか、でも吸水が多いってすごい口どけいいかもしれんけど、失敗したらべちゃべちゃになっちゃうっていう、こういう波ができるんですよ。だからそれのいろんなこうやって波を起こしていって、ここの上振れを全部取っていくっていうか、それは今水の話したけど、例えば粉の強さ弱さとか酵素とか、その時々によって変わるだろうしっていう、この波を自分で起こしていって、でどうやってここの上振れを全部パンで取るかっていうのがパン作りの面白いところですね。結構だからわざとその不安定さを出して、でその不安定さを安定させるのが僕らやと思うんで、これも毎日違う、毎日っていうか毎日やるわけじゃないですよ。毎回違うんですけど、それのどこで発酵を止めるかっていうところがいろんなブレがあるけど、どこで自分が止めるかっていう、それが楽しいのかもしんないですね。これ今ちょうどホップ種とレーズン種の種継ぎやっててこれ湯種のバケットです。僕結構節目節目で挫折するタイプなんで、最近で言ったらやっぱこの店始めた時ですかね。
これから34年5年以上ケーキ屋でやってたところで、自分が2代目として店に入っていったけど、お客さんからしたらケーキ屋やのにパンがいっぱい並び始めたみたいな。あんまそういう風にうまいこと持っていけなくって、誰にも気づかれずにパン焼いてるみたいな時期が最初やったんで、本当のギャップが大きかったんで、やっぱ作れば作るだけ売れるぜみたいなところから、誰もまずその知らない自分がここでパンを作っていることっていうところから始めないといけなかったんで、結構世界から無視されてるような感覚に近いというか、それって最初は結構なんかどうしていいかもわからないし、で難しかったですね。普通に丸3年以上前がそれやったんで。麹の食パンのフレンチトーストです。いい感じですね、今日は。こちらです。でも、なんか作るっていうモチベーションはあんま落ちないですからね。結局作ることしかできないんで。てか、なんか、割と、どんどん新しいのを作れば、誰か見てくれるっていうか、誰かに届くはずっていう風にやるしかないですね。僕のやつ、これドライトマトとオリーブ2種類、アンチョビオリーブとブラックオリーブを合わせてるやつです。なんかまあそのままお酒のお供にもなるみたいな。自分自身がやっぱ結構グルテン強いパンとかあんま得意じゃないっぽいんですよね、体的に。なんか食べてこうスムーズに体の中に入っていくっていうか、なんか食べた時の違和感がなくって、で、それって結構後に余韻が広がることが多いというか、に向き合うと同時にやっぱ自分にどんだけ向き合ってるかもめっちゃ大事ですよね。自分がどうしたいとかっていうのもすごいやっぱあるし、それなかったら結局自分でやってる意味ない、そのお客さんの方だけ見てたら自分がやってる意味ないし、やけど、でも誰のためって言ったら、もちろんお客さんのためでっていうのの、塩梅が難しいですよ。あ、そう、奥ですよ。ごまとさつまいものベーグル。なんか、八百屋にありました。何ですか？食べます？さっきのメープルハニートーストやってた時に、天満に出るキャラメル、ああ、変わらないものか。
で僕にとって美味しいパン作ることが自分の存在証明でもあるから結構必死ですね。作ったやつが美味しくないと自分の存在理由がなくなっちゃうから、自分がいいと思えるものでそれを人に喜んでもらえた時に初めて結構自分がそこに存在する理由ができるから。これは僕らのアイデンティティの成形なんです。パンストック育ち。その、こなし的なこともありますし、パン屋って、すごいこだわって作るのもめっちゃ大事やし、一つ一つ丁寧にやるって、もちろんそうなんですけど、思いを込めるって。でも僕は同時にパン職人ってなるんやったら、めっちゃ作業できないとダメだと思うんですよ。パンって別に一個その安いもんっていうか、そんな高いもんじゃないし、その金額に抑えて、お客さんにちゃんといいものを届けるには、逆に言ったらある程度の量を作らないといけないから、早いために雑になるのは絶対ダメなんですけど、でも速さがないと、その土俵に上がれないというか、そもそも。そうするから、この手がセンサーみたいな状態じゃないとダメだし、こうやって触った時に一個一個はやっぱ違うわけだから、どこをどうやって折って、丸めていこうかっていうのはその触った瞬間にある程度決めるし、でもそこにどれだけ思いを込めるかって作業しながらも思い込めるって結構難しい。その塩梅が48時間発酵熟成させたバケットになってます。僕のところにおいて一番違うのはこれには自家製酵母を使ってないってところですかね。水と塩とイースト、いろんな自家製酵母とかいろんな手法今ってどんどん新しいのみんなが考えて実践していってるんですけど、それってこうどんどん細分化していくことによってその人の極みではあるんやけど、大筋の幹の極みってなんかやっぱその一番シンプルなもんを一番うまく作れるのが一番かっこいいんじゃないかな。もう一個のもしてくれる。もう1分してからです。はい。これシナモンロールです。いいんですか？これじゃがいものマッシュを練り込んだじゃがいもの生地ですね。割とお惣菜系のパンをこれでやってる感じが。これは何振ってるんですか？これローズマリー。焼くときに一緒にローズマリー乗っけることで調整しながら生地に香りが乗る。最初苦しかったって言ってた時とかやったら最初3万とかやったんですか。売り上げは常に上がり続けてます。そのずーっとなだらかに。パンストック出身者の中ではオープンでそれなかったの僕だけなんですよね。最初の勢い。やっぱみんな最初バーンって行くんですけど、やっぱパンストックの出身のみたいな、やっぱパン好きな人はみんな大事じゃないですか。やっぱその新店扱いされないから、地域の雑誌に載ったことないですよ。35年ケーキ屋でやっちゃってるもんなんで、もう京都の人からしたらここはケーキ屋さんなんで、その分のアドバンテージであり、その分のっていうことですよね。1分半はできます。
後で色ムラだけ調整して。もっとスマートに使わないと。基本的に北海道産小麦がメインですよ、自分は。なんか北海道産小麦の方がどっちかというと、インパクトはもしかしたら、味のインパクトは九州産小麦の方が強いかもしれないけど、なだらかにずっと続いていく余韻みたいなのが北海道産小麦にはある気がして、気づいたらそっちメインになってました。5時間ぐらい。普段最低でも15時間ぐらいオーバーナイトしてるから、かなり短いですよ、僕のパンの中で。なんでこのパンだけ当日仕込みなんですか？やっぱ、酵母量、イーストとかのそういう酵母、パンを膨らませる酵母量を多くすることによって、生地の軽さって出るんですよ。生地が軽くなるというか。微量イーストとかでやると、なんか生地って若干重くなりがち。で、その分、強くミキシングするっていうか生地を作ったら、次の日も軽かったりするんですけど、基本的にこういう手ごねでオーバーナイトで次の日軽くするってなかなか難しくて、やっぱもう当日にした方がいいなっていう。はい。
これからの目標はより多くの人にやっぱり自分のパンを届けたいです。もっともっと知ってもらいたいし、食べてもらいたいし、でその上でのゴールっていうのは、僕は今小麦を作ってもらってて、で他の食材とかも生産者の人に作ってもらってて、でそれを元に自分が焼いているんですけど、それをより多くの人に届ける中で、その生産者の人たちのためにも何かできることがあるんじゃないのかなって思うので、もっと僕がその中継地点の人間としてお客さんにも喜んでもらうし、生産者の人にも喜んでもらえるような存在になれたら、自分にとって一つのゴールなんじゃないかなって思ってます。